上の方がはいフレッシュさが強くて甘みが強いで、下は粘りが強くて辛みが強いんですけど風味がちょっと少ない。ふわふわ。これ大丈夫？こんな言っちゃって大丈夫ですか？ちょっと辛い。ちょっと辛いかもしれないですけど、まあちょっとわさびと身とキャビアがそれだけで自分だけの一品のお寿司ができちゃう。すごい。いやー、自然だな、すごい。安曇野の、はい、そのわさびを育ててるというか、はいはい、そういう業者さん、はい、プレイヤーの方っていうのは結構やっぱ多いんですか？少なくなってきちゃって今99件。あ、でもそんなにあるんです。昔は120件、静岡400件ぐらいいますけど。あ、そうなんだ。なんで、まあ、今だいぶ減ってきちゃってます。手は来てるんですけど、はい。栽培面積自体は減ってなくて、おー。もう今大体長野県って200年ぐらい前から開拓が始まりで栽培が始まってるんですけど、はい。200年前から生産量っていうのは変わってないです。でもむしろ減っちゃってるぐらいです。そもそもわさびって食材としてどれぐらいの歴史があるんですか？静岡が多分一番古くて、で多分400年ぐらい前からこう人工的な栽培は始まったっていうふうに言われてます。天然のものって絶対に大きくならなくて、おう。まあ、その仕組みもあるんですけど、はい、こう人間の手によって環境を整えてあげないと絶対に大きくならない食材なので、まあ、技術の詰まった食材でもあるんですよ。ここまでだいたい1メートル50センチから2メートルぐらいこう掘ると下からこれ水があ、本当だ。あ、もう水のとこにあるのか。なんでこの高さがもともとの全部土地だったんですよ。ああ。ここからもうここ流れてでここの畑の排水路はこの排水路。ああ、なるほど。失礼します。うわー、こうなってるんですね。すごい。こんな水なんですね。こんな水なんです。足元こんな水。これ確かに長靴ないとダメですね。広い、しかも。そうですね。でさっきはい。湧き出てるじゃないですか、はい。これ今全体から湧き出てまして、は面で湧き出てるんですけど、足でこう踏んぶしてもらったら分かるんですけど、こう下からこうわー、感じでほうほうほう。湧いてるんですよ。なんでこれ今湧いてきますね。はい、ブクブクしてますね。これ今全体からこれ染み出てるんですよ今。ほう。なんでこれ上に湧き水がバーって湧いてこれが流れてるってわけじゃなくて、今これ面で湧き出て今こういうふうに見えてるんですけど、実際はこう湧き出てこっちに流れてきて真ん中に集められて下に流していくっていう。わさびってよく旬あるんですかって言われるんですけど、はい、わさびの旬ってなくて、ほう。その個体もう出荷されてるものは全部その個体の一番の旬で出荷されてるんですよね。へえ。で植え付けしてからその品種によるんですけど、まあ、2年の品種だったら2年ってところで、収穫になります。なんでこうじゃあ今日収穫してもらうところはちょうど2年前に植え付けしたところです。藤屋農園さんだと何個ぐらい今ビニールハウスあるんですか？うちは今この感じのやつが8頭あります。ハウスの温度管理って一定保つんですか？どの季節も何度ぐらいっていうのは。いやもうずっともうその自然に任せてます。そうなんですね。わさびの香りがする。わあ、なんか爽やかなちょっとだけツーンとした香りがしますね。これはもうこれ今ちょうど収穫してる。でここ品種的にうち品種でお客さんに出す品種で変えてるんですけど、はい、ここはお寿司屋さんに向けの今。そう品種というのはどの単位での、要はマズマとかなんちゃらわさびっていう、そういう品種ですか？じゃなくてもっとさらに。そうです。もうまあ
なんですかね、今全部でわさびの品種ってめちゃめちゃ実際あって、はい。全部掛け合わせ集めると1000種類ぐらいあるんですよ実は。あ、そんなあるんですか？そんなにあるんですよ。へえ。でも世の中で知られてる品種って多分マズマはいと未生未生。ってなってると思うんですけど、はい。成長というか生育過程の名前なんですよ。未生というかその種から育てる、育て方を未生っていうんですけど、はい。未生って含まれちゃってるんですけど、その中に何千種類っていう何千種類っていうか何百種類っていう品種があるんですよ実は。へえ。でマズマって言ってお寿司屋さんが買ってるのも、うん実はマズマじゃなかったりもあるんです実は。ただ赤茎系統の違う品種だったりとか、でマズマって大体3年から3年半ぐらいの生育が長いんで、うんあれ高いんですよ。ほうほうほう。手間がかかるから。時間かかるから、で付加価値もつくんですけど、はいこれはオリジナルの品種で、でも系オリジナル統が、はい、うちでこう掛け合わせて作って、へえ。なんでお寿司屋さんがなんでそのマズマをこう好むかっていうと、粘りが好きなんですよね。はい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 。で粘りはどうやって出すかっていうと、生育期間の長さなんですよね。でゆっくり育つんで中の水分量が少なくなってくるんで粘りがつく、でやっぱ3年もかかるんで付加価値がある感じです。なんですけど今こういう青茎の中でもこれ結構粘りが強い品種で、これでも2年ぐらいできるんですけど、土の中に埋まってるっていうイメージがあるんですけど、実はこう外に出てまして、わかりますか？もうそうですね。はい根というか。根がはい。外に出てますよね。出てますね。でこの下にさらに根っこがあるんですよね。へえ。なんかこう土の中に入ってるんじゃなくてこう外にうん。ある、はい。あります。これをどう抜くんですか？お願いします。結構簡単に抜けるんですけど、こういう形で、うわー。あ、一気に何個も。これで一株これで一株。一株なんですよ。でわさびも大中小あるじゃないですか。はい。でわさびの大中小も小さいやつは小さい時に取ってるってわけじゃなくて、はい。全部この株の中から大中小で選別していくんで、おー小さくても大きくても育ってる年数は一緒なんですよ。2年でこの重さをたったこれだけの根っこで支えてるんで、結構アンバランスというか不思議な植物です。ちょっとボキっていきそうで怖いんですけど。大丈夫です、ボキって言っても重い。重いですよ。おお。で砂をこう払いながらいいですね。おお。ついてます？あ、これ一本ついてま。二本。これ2本ついてますね。おお。立派ですね。はい。嬉しい。でもめちゃめちゃ立派な2本ついてます。これ立派ですか？もう大と中サイズぐらいですね。それ大と中。どっちが大？こっち。こっちが大です。どっちが大？こっちが大です。その東京のお寿司屋さんとか、いろんなお寿司屋さんで、はい魚だけじゃなくてもわさびもすごい値上がりしてるってよく聞くんですけど、はいはいはい。販売価格が上がってるわけですよね。そうですね。海外のバイヤーがやっぱ引き上げてるじゃないですか。おおやっぱもうわさびって今世界を見てもこういう産地として1年通してこう出荷できる体制整ってるところが世界中見ても長野県と静岡ぐらいしかなくて2県しか。ー。へえ。なんで今日本の職人さんも実際その現状あんまり知らないんですけど、は実はもう海外の人はもう日本の人の5倍ぐらいの価格帯でわさびを買い取っていってまして、い。うんうん。結構いいわさびは海外の方に流れてっちゃってます。でもじゃあ藤屋農園さんも、はい結構海外のお客さんに卸したりも今するんですか？今うちもう半分ぐらい海外のお客さんになってきちゃってまあ、そうですか。す。はい。海外のお寿司屋さんとかですか？何屋さん？お寿司屋さん、日本料理屋さんもあればお肉屋さんだったり、もう今はもうフレンチだとかイタリアンも使ってもらってて、こういうふうに植わっていて、でこっちは根っこの部分だったじゃないですか。はい。でこっちが2年前のわさびっていうふうに思ってもらえばよくて、でこっちが新しいはいはい最近のわさび、はいでわさびの出来方的にこのゴツゴツあるじゃないですか、はいこのゴツゴツはこの茎がこう剥がれ落ちていった後なんですよね。うんで畝の上にこう落ちてる茶色いものは落ちて腐った後うんうんになるんですけど、これは年草みたいになってるんですよね。うんうんでわさびって品評会でもそうなんですけど、太くて
まっすぐで同じ太さでこうまっすぐっていうのは価値が結構はいありまして、はいでもそれってすごい作るの難しくて、うんこれもちょっと多少ここ細くなってるじゃないですか今。はい。ここが冬場だったんですよ。ほ冬は細くなるんですよ。で今暖かくなってきて、ちょっとこう上が太くなってくるじゃないですか。なんでこの中に季節があって、でやっぱこう冬だとこう寒いんで茎もやっぱちょっとこう生育が悪くなるんですよね。そうするとその時に落ちた茎のところって周囲がこう細くなるんですよ。なんでちょっとこうかすかに細くなったりするんですけど、でもこれをこういうハウスを作ったりだとか環境によって太くまっすぐ育てるっていう技術がやっぱでこう螺旋状にきれいにいくわさびっていうのがやっぱ価値が出てきますね。なるほど。見た目とかでいくと。それまっすぐ育てるっていうのは、でも自然の要素もめちゃくちゃあるじゃないですか。技術としていけるもんなんですか？技術としてはやっぱいけないんで、はいもう畑の環境と、もういい畑を持ってる人がわさび屋の中ではもういい。もう一個、よく例えば、はいいちごとかもはい上か下どっちが美味しいかみたいなのあるじゃないですか。はいはいはいそれもうわさびもはい上と下で、それぞれ良さがあると思うんですけど、はいはいはいなんかどっちがどうみたいなので言うと、どっちがどうっていうと、この上の方がはいフレッシュさが強くて甘みが強い。でもみずみずしい少し。みずみずしい。はい。で下は粘りが強くて辛みが強いんですけど風味がちょっと少ないと、あと色もちょっと弱い白っぽいっていうのが、で真ん中が一番ちょうどいいんで、本当はお寿司屋さんにいつもお伝えしているのが上と下を混ぜて使ってもらうのが一番ちょうどいいですね。幅を全部研究してもらって、どこですっても一番擦れるっていうようなもうブレードインになってます。でこれ長野県の諏訪っていう地域がすごい精密機械が得意な、はい産地でして、はい。でそこの企業さんと共同でちょっと作った、ちょへーっと触ってもらうと。でしょうわ、もうすごいですよね鋭利な感じ、はい危ないですね。そうですね。で切れそうわさびもこのまま食べたら苦い食材なんですよね。はでこれを細かくすることによってその苦みが辛みと甘みに変化していくんですよね。あ、へえ。なんでいいわさび買ってもおろすものが大根おろしだったりとかそういう粗めのものになってしまうと繊維が壊れなくて苦いままになっちゃうとか。へえ。うわ、なんかすごいクリーミーですね、見た目が。そうそうみずみずしい。みずみずしい。水分がまだある感じ。ここまですすりたてなんでいいっすか収穫。はい。すいません、いただきます。うわ、ふわふわ。これ大丈夫です。こんな言っちゃって大丈夫ですか？ちょっと辛い。ちょっと辛いかもしれないですけど、ちょっと辛いでもちょっとわかりましたで、これわさびじゃないっすよ。ああ、でも後半来る。きますかね。わーってきて多分辛みはすぐ抜けると思うんですけど、最初のファーストタッチのふわふわ感がちょっとびっくり。やっぱそれはするものとかによってやっぱ変わってきますね。めちゃめちゃ最初ふわっとちょっと甘い感じというか、あーそうですまろやかな感じが来て、そこからツーンとこそうですね。うキューッとくる感じ。段階がやっぱりで、最後、はい全然残らない。あスーってきてで口の中なんか柿っぽくないですか？ぽいです。なんかフルーツのクリーミーなもの、フルーツ食べたらふわっときてツーッときてスーって下がっていくみたいな。そうそうそう。なんかでほんのり余韻がまだ残ってる感じ。はい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 もちろんお寿司って、はいそのネタとはいシャリの間にはいわさびつけるのが多いじゃないですか。寿司に合うわさびってもちろんその答えないと思うんですけど、はいはいはいこういうニュアンスがやっぱりこういうわさびが寿司には適してるっていうのを、はい言語化するとどういうものになりますか？ですね、お寿司屋さんの場合でいくと粘りをやっぱ一番言われるんですけど、大前提で、はいなんでその粘りっていう、はいっていうとこう寿司を握る時に指にこうやった時にこう取れないといけないんですよ、こういう感じあで。そうするとこう粘りがあってこう取りやすくてつけやすい、はいなんですけど、水っぽいわさびって言い方ちょっと変なんですけど、でもそういうわさびはそういうわさびで欲しい方がやっぱいて、お蕎麦屋さんとかお肉屋さんは逆にそういう品種の方が、はいはいはいでそういう品種はなんで水っぽいかっていうと1年で育つ品種なんですよね。で早く育つ分水っぽさがあって、で長い品種ほど粘りが出ます。ゆっくり育つんで水分もあんまりなく育ちます、でその粘りが大前提で、その後に自分の中では甘みだと思ってて、やっぱその寿司でやっぱこのわさびの中でも今これ食べて美味しいって思っていただけると思うんですけど、甘みもあって、はい品種によってはもう甘みが全くないものだったりだとか、あと苦かったりだとか、そういうものはやっぱそのわさびの品種によって特徴が全然やっぱ違くてですね、はい
やっぱそう苦かったりとかただ辛みしかなかった場合になるとお寿司に旨味が感じられないって自分は思っていて、なんでこう甘みと粘りがあるとその食べた時にツッてすぐ抜けて、さらにこう甘さが多分そのシャリとうまく融合して美味しいお寿司になると自分は思っています。じゃあキーワードで言うと、寿司に対して、一個分かりやすく言うキーワードは粘りと甘み。粘りです。一番粘りって言われるんですけど、粘りがまず、でその次の段階でいくとやっぱ美味しさで、そのわさびの次美味しさを何で求めるかっていうと自分は甘みだと思う。粘りと甘みなんですね。そこ普通にキャビアじゃなくて、キャビアの身が、はい、でそこを自分結構今これいけんじゃないかなと思ってて、食べたいチョウザメのタイとフグみたいな味なんですよ。タイとフグを合体させたような感じで、しかも淡水って結構なんていうんですかね、ニジマスだったりこう淡白っていうかこう、やっぱ焼かないとあんま美味しくないイメージがあるんですけど、チョウザメのお酢はなんかほんとタイみたいなこう海の魚の味がして、でそれを淡水で育てられるっていうかなんか、でもやっぱこう宮崎とかもやっぱ結構飼ってるんですけど、みんなやっぱ養殖場ため池が結構多くて、ため池にするとやっぱ糞とかも泥も全部やっぱ下に溜まってる状態になっちゃうんで、魚がちょっと臭くなっちゃうんですよ。なんでこっちずっとこうかけ流しなんで、そのお酢がめちゃめちゃうまくて。いややっぱこう今公道をこう運転でね走ってても、すごいやっぱ安曇野って水が多いですね。そうなんです。景色の中に水が多いんですよ。ここもそうですね。こういうところもこう上に早稲田岳があって、ここは信州さんなんですけど、こういうところはこう何か所かやって産業として、山もやっぱそのやっぱ山があるんで、この湧き水やっぱ豊富なんで、この辺は本当にすごいいい土地ですね。なんで水が美味しいんでやっぱ食材も全部美味しいんですよ。お酒とかもやっぱ良さそうですね。お酒も絶対美味しいです。お米とか、お米も美味しいですし、水がきれい、水が美味しいっていうのはすごい大事ですよね。そうですね。産地としてもう断然水は本当に多分日本一うまいんじゃないかなと思うぐらい。赤いのついてる。じゃあキャビア持ってる。もうこれから持つっていうか。まだなんですね。でももう持ち始めてはいるんですよ。卵からこんぐらい大きくなって、立派なキャビアを蓄えるまでの期間っていうのはどれぐらいかかるんですか？8年。そんなに？そうなんです。それなんですけど、古代魚なんですよ。古代魚とか腎臓がないので、アンモニア臭がアンモニアは分解できなくて、アンモニア臭くなるんですけど、チョウザメはその腎臓機能を持ってるんで、アンモニア臭がしないんで、身も美味しいですし、で、歯もなくて実際。ナマズみたいな噛まれても全然痛くないですし、あと温厚な性格してるんで、サメって名前なんですけど、実は、すごくいいっていうか。なんかおとなしそうな。で、噛まれても全然痛くないです。で、そのチョウザメのメスの卵がキャビア。で、いわゆる僕もたまにそのお寿司屋さんで、いいところでキャビアを乗せたりとかっていうのが最近ちょいちょい出るじゃないですか。で、全然キャビア初心者なんですけど、ベルーガ、セブルーガ、オシェトラとか、あるじゃないですか。あれは品種ですね。うちはうちはシベリアチョウザメっていう品種を入れてるんですけど、ベルーガってやつが一番高いんですけど、ベルーガってのは卵を持つまでに18年かかる。なんで、すごい高になります。なるほど。そうです。味は全然違うんですか？それぞれの卵の大きさが変わったりします。で、味をこう、実際のところ、卵に味を養殖の技術で変えるっていう、実際卵には味がそんなに大差出ないですよ。身にはやっぱこう、すごい餌とかで変わってくるんですけど、あと脂肪をどれだけつけずに健康的に育てるかで、卵にこう脂肪がつくとあんま美味しくない卵になっちゃうんですよ。なんで脂肪をつけずに、卵をつけさせると、卵が結構美味しくなる。お腹を開けた時に、脂肪と卵がくっちゃくちゃになってるようなお腹があるんですけど、そういうのってあんまり良くなくて。国内でのこのチョウザメとかキャビアをやってる割合とかって、
どうなんですか今、日本っていうところで見ると。すごいまだまだ少なくて。基本やっぱ海外産のものが多いんですよね。使用量でいくと、全体で今日本で使用されてるのがやっぱ20トンって年間言われてて、そのうちの2トンが国産。で、18トンが海外産っていうのが。91で海外。そうですね。かなり少ない割合ですね。美味しさは別として、キャビアも美味しいんですけど、希少価値を食べてるんだって思ってもらえばなんかちょっと嬉しいな。いや、っていうことですよね。はい。キャビアがやってるのかというと、でも、なんか本質のところは、価値は似てますね。要はだから藤屋農園さんとしての、この、チョウザメの、製品として、キャビア出荷っていうのはまだ、来年か再来年あたりからちょっとずつやってくれたらいいなって感じです。この辺のやつらがちょっとこう出荷になってくる。今5年目なんですよ。じゃあもう2、3年ぐらい。そうですね。だけど、一番最初に入れたやつが2歳とか3歳の個体を入れたので、そいつらが今、ちょっとずつ出荷になってくるかな。なぜ、本業わさび屋さんが、キャビアの生産というものを今チャレンジされてるんですか？一番初めに、始めた理由っていうのが、自分やっぱ自分のわさびを収めてるお客さんのところに食べに行く機会が、絶対行こうと思って行く機会が多くて、で、そこで、キャビアがやっぱ乗ってくるわけです。で、その時に、キャビアを調べたんです。で、調べたら、あれ国内でも生産した人いるじゃんって感じで、で、あれ海じゃなくていいんだ。淡水でいけるんだ。あれじゃあ安曇野できるじゃんって思って、で、いろいろ調べてったら、うちでもできるな。なるほど。それで、今、ニジマスとか新種サーモンで今ちょっと廃業しちゃってる方が結構多くて、結構空いてる、ここもそうなんですけど、空いてる、もう、廃業しちゃった池が出てきていたので、そこを、うちで借りて、で、環境も整った。で、あと、サメを入れて、今、愛情かけて育ててるっていう段階ですよ。でもこれはその安曇野という非常にその水が綺麗で、かつわさびっていう主要産業があって、ある種水を循環的にいいサイクルで使えるっていうのに適してる食材っていうコンテンツだった。本当に合ってたじゃないですけど、で、やっぱ身も美味しくなるますし、なんでうちが売れるバリエーションの中で、わさびと身とキャビアがそれだけでうちのだけの一品のお寿司ができちゃうと。それ食べたい。食べたい。食べたいっすね、それは。うちもそれを出してもらいたいなと思って気持ちもあって、また廃業して荒れてっちゃうんですよ、どんどん。なんですけど、それがやっぱ見てると、あんまり良くないというか、やっぱ悲しい気持ちになっちゃうんで、やっぱ今こうやって魚入れて、綺麗にしてっていう感じですね。キャビアの寿司は食べたことあるけど、チョウザメの身を寿司でっていうのはまだないんで、それにそうですね。そうするともう、安曇野寿司が一貫できる、安曇野寿司、安曇野スペシャリテ。これはぜひまた食べに、ぜひ実現してほしいな。